なかなか幸せできなかった女性がたった1回でマイナス9センチ出ました。おめでとうございます。すごい。はい、皆さんこんにちは。結びトレーナーのみーです。今日特別なゲストをお呼びしまして、ズボラストレッチというチャンネルの深井さんです。よろしくお願いします。ということで今日は骨盤矯正をしながら太ももをたった1回で9センチも減らしてしまうストレッチをやっていこうと思います。なかなか体が硬い方でもズボラストレッチなら全然できると思いますので、皆さん頑張ってやっていきましょう。じゃあまずは潰せ寝てスマホ頭の前に置いておきましょう。左膝曲げます。かかとがお尻につくかどうかチェックしてます。つかない方は手を使ってつけば最低ラインは OK という感じです。一度手を離して、左手で左の鼠径部にこう手を入れます。ここに手がすっぽり入ってしまう方、骨盤が歪んでいる証拠です。理想は手が全く入らない状態ですが、最低でも指先がちょっと入るかなぐらいまで持っていければと思います。では反対もやってみましょう。次は右足曲げます。右のかかとがお尻につくかチェックしてみましょう。つかない方は手を使ってかかとがお尻につけば最低ラインは OK です。で手を離して、右手が右鼠径部に入るかどうかチェックしてみましょう。手がすっぽり入っている方は骨盤が歪んでいる証です。1回で本当に遅くなるのでメジャーを使って太もものビフォーアフター計測してみましょう。では1種目目は、かかとをお尻に近づけるイメージで交互にパタパタ動かしていきましょう。で空いてる手でお尻と太ももの境目触ってみてもらって、ここの筋肉使ってるな、動いてるなって感覚があればそれで OK です。でスピードは重要じゃないので、しっかりここお尻と太ももの境目筋肉意識して行いましょう。どうでしょう皆さん、ありますか？使ってる感覚あります。で呼吸は止めないようにしましょう。そうそこです、そこです、そこです、そこです。ゆっくり、スピード勝負じゃないですからね。でこの次から上向きになります。スマホ持って上向きになりましょう。で、膝曲げた状態で OK です。右足から大きく股関節外回しです。内から外にご自身から見て反時計回りに回していきます。でスピード重視というよりも普段動かさない範囲でゆっくり大きく動かしましょう。で股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある場合はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。ちょっともう息が切れてきましたいやめちゃめちゃ緊張しますね。なるべく大きくですよ。よし OK。 逆回していきます。左足も同じようにいきます。内から外に、ご自身から見てこっちは時計回りですね。時計回りに大きく回していきましょう。股関節ゴリゴリになる方は痛みがなければね大きく回していいです。痛みある方は痛みない範囲で回しましょう。ちょっとみーさんのね動画に比べるとちょっと簡単かもしれないんですけど、なるべく大きく呼吸だけ止めないようにしましょう。こういう簡単な動きだからこそ大事ですよね。いやもうまさにです。本当にベッドの上でね寝ながらやっていただいて大丈夫なので OK です。そしたら次は、左足を右こっちにねじります。で左膝床につけて、で左肩をなるべく床に近づける、こんな感じですね。で左のお尻、腰、背中この辺が伸びてれば OK です。伸びますかね。お尻、腰、背中にかけて。で筋トレじゃないのでゆるく痛気持ちよく伸びてれば OK です。これ胸の筋肉もちょっと伸びる感じ、胸も伸びると思います、気持ちいいです。こんな感じで途中途中で休憩ストレッチが入ってますので、ズボラな方も完走できると思います。逆向きいきましょう。で次は、右足を左こっちにねじります。で右膝床につけて右肩なるべく床に近づける。こうするとね、右のお尻、腰、背中伸びてくるんじゃないかなと思います。なんか僕だけ息上がってて私が喋らないから。いやいや全然そんなにきついことやってないですからね。これ筋トレじゃないから無理にギューってしなくていいですからね。ゆるく伸びてれば OK です。呼吸だけ止めないようにしましょう。
よし、OK、もう一回上向きになりましょう。そしたら膝90度ぐらいに曲げておいて、で膝同士つけたままお尻を持ち上げます。こんな感じです。膝同士つけたままお尻持ち上げる。でこれもスピード全く必要じゃないです。ゆっくり裏もも、お尻、ここの筋肉意識して膝同士つけたまま上げましょう。鼠径部が伸びる感じですかね。鼠径部伸びますね。鼠径部が伸びて裏もも、お尻こうやって触るとね、硬くなってる、使ってる感覚あれば OK です。そうです。お尻、裏ももの筋トレ、あとは膝をしっかりね閉じておくことで内ももにも効いてくるはずです。そしたら次はですね、片足ずつこう上げていくんですが、前ももをなるべくお腹に近づける。スピードっていうよりも普段上げない位置まで足をお尻は上げなくて大丈夫ですね。お尻浮いちゃってもいいです。あ、本当ですか。なるべく前ももをしっかり、胸に近づける感じですね。膝を胸に近づけて。いざ余裕だな。足の付け根の腸腰筋というインナーマッスルに効いてれば正解ですかね。まさにその通りでございます。なるほど。でしっかり上げ切るとちょっと腹筋使ってる感覚もあったらよりいいなと思います。OK です。そしたら次はですね、膝伸ばします。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いていただいて、つま先を内外ねじっていきます。この股関節付け根から動かすイメージです。で休憩ストレッチなのでまあ緩く。これどうでしょう。皆さんついてこれでますかね。大丈夫かな。大丈夫だと思います。こういう緩いストレッチって本当に基本的な動作で、本当はねいきなりボヤンと伸ばせるよりは、硬い人はこういう緩い伸びがすごく大事ですよね。いやまさに僕自身がちょっと恥ずかしいんですけど硬いので。よし、じゃあこれで一回両膝曲げます。で右膝だけしっかり伸ばしきる、下ろす、伸ばしきる、戻す、右だけです。でこれ目的は、しっかり膝伸ばしきることです。スピード全然重要じゃないです。伸ばしきること、ここで膝上の肉撃退できます。でしっかり伸びきってれば膝の裏、ふくらはぎも伸びる感覚あるかなと思います。で頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばしきる。逆にきつい人はなるべく低い位置で伸ばしきる。しっかり伸ばしきることが目的です。つま先を内側に背屈にしてですよね。この方がいいです。つま先こう自分の方にね向けた方が OK です。そしたら左足いきます。しっかり伸ばしきる、戻す。めっちゃリアルな伸ばしきる。これ慣れてくるとねどんどん適当になってくるんですけど、しっかり伸ばしきりましょう。伸ばしきって膝上のお肉をね撃退したいですね。そうです。でですね、この次の種目から、右向きで横向きになります。なので、スマホ持ってる方、スマホ持ったまま右向きに横向きにお願いします。しっかり膝伸ばしきってくださいね。最後まで伸ばしきる。ラスト1回しっかり伸ばしきりましょう。OK です。じゃあ右向きになりましょう。でスマホ持ってる方はスマホを顔の前に置いておきましょう。で、膝90度ぐらいに曲げた状態で、膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。お尻の横、ここの筋肉使うことが目的なので、触って、お尻の横硬くなってるな、使ってるなと感覚あれば。股関節を開く筋そうです肉に効かせてますね。で NG パターンは、こうやって体が倒れちゃうと全然効かないので、上半身固定で。上半身と骨盤固定で、骨盤固定できる範囲内までアップ。そしたら次はですね、この下の右足ちょっと前に出しておいて、この上の左足、なるほど。真上に上げます。でこれもお尻の横を使うことが目的です。お尻の横にある筋肉に効いてればいいんですね。その通りでございます。で前もも外ももこう力入っちゃう方いると思うんですが、多少なら入ってもいいです。お尻の横使えてれば。どうしても力入っちゃうんであれば、ちょっと膝曲げるとお尻の横に効きやすいんじゃないかなと思います。あとは
まあちょっと足を上に引っ込んだらいいのかな。足上に込んだ。あ、後ろに。あ、めっちゃ。掴みましょう。で、右の前ももストレッチかけてます。
左こっちに持っていきます。で右のお腹の前面をストレッチかけていきます。右のつま先をね、こう誰かにこう引っ張られてるイメージでやるといいと思います。で腰が反って痛い方、痛くない範囲でねやっていただければと思います。皆さんこれちょっとこの種目難しいですかね。大丈夫ですかね。ちょっと難しい気がする。難しいですよね。まあでも気持ちいいです。結構難しいので、伸びない方は上半身しっかり寝かしていろんな角度で試してみていただけると良いかなと思います。OK。そしたら、べちゃっと上半身寝かしたままで、最初に行ったパタですね。かかとをお尻に使っておー、すごいです。だいぶさっきは全然かかとがお尻につかなかったのに、今余裕でついちゃいます。本当に。ありがとうございます。さっきなんか私こんなに硬かったんだってなんかちょっとへこんだんですけど、ちょっとめっちゃ嬉しいじゃないですか。これなんかもう嬉しすぎますね。そんな変わりました。全然違う。なんかもう可動域が全然違います。硬いしね、本当に1回です。めっちゃ上がります。全然違う。嬉しい。これはいい。ありがとうございます。で、次左手で左足首掴みます。で左の前もものストレッチです。で伸びない方、つま先の方を掴んでお尻の方を近づけるといいかなと思うんですが、皆さん伸びます？なんかこうなんだろうな、恥骨をマットにくっつけるようなイメージだと、腰が丸まるのでちょっと伸びるかな。なるほど。ちょっとわざと腰をちょっとわざと丸めるというか。そうですね。恥骨をマットにくっとつけてあげると。全然違う。腰が反らなくなるのでいいかなって。よし、逆にいきます。右手で右足に持っていただいて、なるべくかかとをお尻に近づけます。でこの時肩変な風に力入りすぎるとなんか終わった後に逆に肩凝っちゃったみたいになるので、変な風に力入んないようにですかね。でこれ終わったら最初に行った骨盤のチェックね、一緒にもう一回やってみましょう。変化出てるので楽しみにしててください。よし、OK です。そしたら、左足かかとをお尻に近づけてみましょう。つかなかった方、だいぶかかとがお尻に近づいてるんじゃないかなと思います。つかめなかった方はこうやって手でつかめるようになってるんじゃないかなと思います。で左手でこの鼠径部に手を突っ込んでいただいて、僕はさっきスカスカだったのが指先がちょっと入るぐらいになりました。兄さん変化出ました？変化出ました。ありがとうございます。そしたら逆もやってみましょう。でもさっきのそのパタパタでだいぶ変化出ました。もう本当に。ありがとうございます。で反対足、右かかとをお尻につくかどうか。で最低でも、手を使ってかかとがお尻につけば最低ラインは OK。で右手を鼠径部に入れて、この鼠径部に隙間がなくなっていれば理想ですが、ちょっと指が入るぐらいだったらいいかなと思います。はい、 OK です。お疲れ様でした。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。お疲れ様でした。本当にそんなにきつくないのに、きつい伸びでもないし、きつい筋肉の使い方でもないのに、すごい変化が楽しかったです。ですごい感動のある変化でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ズボラストレッチさんも本当知らない方いらっしゃらないぐらい有名な方なんですけど、もしチャンネル登録まだの方は概要欄にURL 貼っておきますので、ぜひお願いします。お願いします。それでは明日は今日より綺麗になりますように。またねー、バイバーイ。バイバイ。